拉致問題においては、拉致被害者を全員返せという掛け声のもと、残念ながらほとんど進展がありません。まさに硬直状態にあります。私は手段を選ばない、あらゆる手段を尽くして、もう一日も早い拉致被害者の皆様のご帰国を実現するために取り組みたいという強い意志を持っています。その手段について、一つ提案がございます。総理、ご存知だと思いますが、石破前総理には、東京と平壌に連絡事務所を開設するという放送がありました。これについてはどうお考えですか。れいわ新選組、伊勢崎です。パレスチナ・ガザについて質問いたします。今年9月24日の国連総会で、石破前首相はこう述べました。資料1、お願いします。今般のイスラエル軍によるガザ市における地上作戦の拡大は、飢餓を含むすでに深刻なガザ地区の人道危機を著しく悪化させるものであり、我が国として断じて容認できず、この上なく強い言葉で非難をいたしますと。質問です。総理、イスラエルの軍事侵攻に対する見識は、前総理と変わりはないでしょうか。前総理と変わりはございません。総理、ガザの悲劇を止める、この思いで我々は超党派議連を1年以上前に作りました。初代会長は石破前首相でありました。最近また戻ってきてくれました。外務省と政策の調整をずっとやってきました。その知見の蓄積は相当なものになりました。現在、停戦合意にのっとり、ハマスは拘束していた生きている捕虜を全員解放していますので、そうなるとですね、この先、イスラエルが停戦を破ると、これまで以上に躊躇なくガザを破壊できる環境が残念ながらできてしまっております。我々は継続して現場を注視し、政策提言をいたす所存でございますので、何卒よろしくお願いいたします。続いて、石破前総理は国連演説でこう述べました。イスラエル政府高官から、パレスチナの国家構想を全面的に否定するかのごとき発言が行われていることには、極めて強い憤りを覚えますと。はい、これが、パレスチナ国家承認の問題であります。そして世界でも有名になったこのフレーズが続きます。資料にお願いします。我が国にとり、パレスチナ国家承認は、承認するか否かではなく、いつするかの問題です。外務副大臣、よろしいですか。先週、議連に来ていただいてありがとうございました。どうも。お聞きいたします。日本政府によるパレスチナ国家承認はいつですか。伊勢崎委員にお答えをいたします。長らく平和解決や紛争解決に向けまして取り組まれている知見からご質問をいただきました。この国家承認の問題、現在パレスチナにおいては停戦の合意が10月上旬にはトランプ大統領をはじめ関係国となされたわけでございますが、依然人道状況厳しい状況が続いております。国家承認の問題につきましても、先ほど石破前総理がお示しになられたように、するかしないかではなく、いつするかの問題であるというふうに外務省としては承知しておりますので、最新のそのような情勢も踏まえまして、最も効果的かつ実効的なタイミングで検討をさせていただきたいと総合的に考えております。以上です。はい、先に進みますね。いつ国家承認するか、このフレーズの後、ここ大事です。前総理の演説はこう続きます。資料3。イスラエル政府による一方的行為の継続は決して認めることができません。二国家解決、ツーステートソリューションですね、現実への道を閉ざすことになる、さらなる行動が取られる場合には、我が国として新たな対応を取ることになることを、ここに明確に申し述べておきます。外務副大臣、もう一回。この文脈は2つのことを言っております。1、日本のパレスチナ国家承認は、イスラエルの行動を見極めてのもの。2、そして我が国の新たな対応とは当然パレスチナ国家承認であること。ここで質問です。具体的にこの文脈の理解が正しければですね、イスラエルのどんな行動が新たな行動の見極めになるのか教えてください。お答えいたします。先ほど来ですね、前お答えで申し述べさせていただきましたとおり、今、さまざま情勢は動いております。
今、イスラエルもそうですし、ガザ、そして周辺国のエジプトやトルコやカタール等々も、停戦の合意、そしてそれをより実効的なものにするように、まもなくですね、近隣国のエジプトでも、ガザ地区の復旧や復興に向けた会議が、エジプトが主導して、日本もお招きをいただいておりますけれども、開催をされる予定でございます。それは当然、イスラエルもそうでございます。そういういろいろなさまざまな多角的な情勢が今、非常に動いておりますので、その中で適切に情勢を見極めて判断をしてまいりたいと存じます。今おっしゃったのが、トランプ政権のいわゆる20項目プランのことでございます。これが進行しております。で、これが進行している今この瞬間ですね、イスラエル軍の大規模な停戦違反が報道されております。資料4。この2年間でイスラエル軍は6万人以上を殺害。停戦が始まったこの1ヶ月ですの間でイスラエルは80回以上合意違反をし、約100名のパレスチナ人を殺害しております。イスラエル軍ばかり非難していてはフェアではないので、ハマス側はどうかというと、資料5。この1ヶ月間でイスラエル兵士が2名死亡する事件が発生しました。しかし、ハマス指導部の関与を示す証拠は、イスラエル自身が提示できておりません。そしてハマスも関与を否定しております。世界有数の軍事国家イスラエル、そして軽武装の武装集団のハマス、これを非対称戦といいます。アシンメトリックウォーです。さらにハマスはこの2年間で、その兵力と火力の8割強を失っております。指揮命令系統もズタズタのはずです。これらを加味しても、停戦合意違反をしているのは圧倒的にイスラエルの方です。極めつけはこれです。資料6。イスラエルはガザへの支援物質の搬入をまだまだ妨害しております。依然、人為的な飢餓が進行中。イスラエルは明らかに二国家解決の道を閉ざす行動を取っています。そこでまたお尋ねします。新たな対応、日本政府として、今こそ、今、表明するべきではないですか。今、委員からご指摘ありましたとおり、現場ではさまざまな動きございます。そして先ほど副大臣からもご答弁申し上げましたとおり、そういった状況をですね、日本政府としても引き続き注視をしております。で、そういう中でですね、この状況は刻一刻と変わってきておりますので、そこの状況を見てですね、最も効果的なタイミング、これを図っていきたいと思っております。また同時にですね、重要なことは、この停戦合意がしっかりと守られるということでございますので、私ども当事者に対してですね、あらゆる機会を捉えて、この停戦合意を誠実かつ着実に実施していくよう強く求めてきておりますので、この努力はしっかりと継続してまいりたいと、こういう具合に考えております。伊勢崎健二君。一国の猶予も、人類史上、最も記録されながら進行するジェノサイド、国際メディアはこう報道しております。国際紛争の血生臭い現場で働いた僕自身、人間として申し上げます。イスラエルの蛮行に対する国際司法のジェノサイド認定は、かなりの確率で実現するはずです。そうすると、将来の子どもたちの教科書に、ガザにおけるジェノサイドは、ホロコーストとともに併記されるはずです。日本がそれに加担したという十字架を、我々の次の世代に背負わせてはなりません。迅速な新たな対応をよろしくお願いいたします。次に、北朝鮮問題に移ります。総理は、拉致問題の解決に向けて、強い決意を表明されております。敬意を表します。その中で、キム総書記との首脳会談にも言及されました。今一度、その内容をお聞かせください。今、首脳会談を、実施する、そのためのですね、ルート、方法を探っている最中でございます。私は手段を選ばない、あらゆる手段を尽くして、もう一日も早い拉致被害者の皆様のご帰国を実現するために取り組みたいという強い意志を持っています。ただ、非常に厳しい、以前以上に厳しい状況になっているのも、これまた事実です。
北朝鮮と、ロシアが、組んだことによって、かなり、北朝鮮を取り巻く、状況、北朝鮮自体のですね、状況も変わってきている。相手も強気になっている可能性もあります。そんな中でも、あまり詳細には申し上げられませんが、いろんなルートを今、手繰り寄せながらトライしていると。何としても首脳会談を開いて、皆様のご帰国を実現したいという強い気持ちでおります。伊勢崎健二君。はい、そのお気持ち、敬意を表します。はい、うまく運ぶことを心から祈っております。一方で、石破前総理は同じ国連演説でこう述べました。資料7、平壌宣言に基づき、拉致、核、ミサイルなどの懸案を包括的に解決し、日朝国交正常化を目指すと、北朝鮮に対し対話を呼びかけると言いました。キム総書記との今ご尽力いただいているこの首脳会談は、国交正常化を示唆するものでしょうか。石破総理がおっしゃった、その方針、これには変更はございません。日本国政府としての変更はございません。伊勢崎健二君。例えば、総理はこの問題の解決に手段を選ぶつもりはない、はい、ともおっしゃいました。これも敬意を表します。はい、その手段について、一つ提案がございます。戦争犯罪とか人道に対する罪、拉致や強制失踪がまさにこれに当たるわけでありますけれども、これらの対処における正義とは、生きている被害者の捜索と解放、そして被疑者の訴追と懲罰であります。しかし、その正義の追求が硬直状態に陥り、憎しみだけが支配し、時間が経過するだけ、そしてそれが新たな紛争の火種になりそうなとき、人類は正義の代わりに真実の追求で歴史を前に進める手段を取ってきました。真実と和解で有名な南アフリカ、そして国家間でも真実の究明と引き換えに国交の正常化を成し遂げたインドネシアと東ティモールの例があります。私は国連の一員としてこれに関わりました。拉致問題においては、拉致被害者を全員返せという掛け声のもと、残念ながらほとんど進展がありません。まさに硬直状態にあります。だからこそ、北朝鮮側と対話し、その中で生存者が見つかれば保護する、当たり前です。残念ながら亡くなっている場合は、そうなった経緯の究明と証拠の収集、そしてご家族への補償を徹底すると、こういう作業には当然、時間がかかります。それゆえ、常設の対話装置が必要になります。総理、ご存知だと思いますが、石破前総理には、東京と平壌に連絡事務所を開設するという構想がありました。これについてはどうお考えですか。高市早苗内閣総理大臣。この連絡事務所の設置ということについては、懸念の声が非常に大きいということを承知いたしております。伊勢崎健二君。総理、この気持ちは同じだと思うんですね。拉致被害者とご家族の高齢化が進む中で、残された手段は僕は限られていると思います。これは党派を超えて解決しなければならない問題ですので、私、いつでもお力になりますので、ご連絡ください。はい、ありがとうございます。どうします。以上で伊勢崎健二君の質疑は終了いたしました。